本日の目的地有祭亭、京都の紅葉で有名な嵐山の近くにあります。他にも周辺5カ所に行ってきました。代表的な観光名所渡月橋をはじめ、付近を流れる桂川、もちろん竹林にも行ってきました。また有祭亭からは嵐山公園まで歩くことができます。その先には展望台があります。そこから見える紅葉の景色はとても圧巻です。この紅葉の時期に有祭亭に行くにはネット予約が必要です。私が行った2022年は公式サイトから予約しました。当日受付で現金でお支払いします。キャンセルもネット上で簡単にできるのでとても便利です。番組の最後の方では今回行った交通情報をご紹介しています。よかったら最後まで見ていってくれたら嬉しいです。では嵐山駅に向かって出発しましょう。運賃乗車券 IC カードは駅の改札口でお支払いください。ありがとうございます。四国の香川県なんですよ。すごいよね。はい、やばん。
ご予約の確認を10時半から1名様でしたら10時からのお客様を優先的にご案内しているので少々こちらでお待ちください。あ、これ何の木なの？でしたらこちらの奥の受付の方にどう？できてると思うんですけど、わからない。1名様ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、2000円頂戴いたします。で、5000円お預かりいたします。少々お待ちくださいませ。こちらの案内図になってございます。こちらご覧になりながら、一方通行でお回りくださいませ。ごゆっくりどうぞ。こちらの方に入れていただいてお上がりくださいませ。ありがとうございます。お上がりくださいませ。まず左のお部屋、こちら川中康成さんが実際に今でお泊まりいただいて執筆されたお部屋でございます。このお部屋からお回りくださいませ。こちらの方が大丈夫ません。ありがとうございます。では2000一応です。そうでございますので、まずここからお入りください。で、一番向こうのお席が空きましたら、順番にスライド形式で横に行ってもらいます。一番向こうからお写真をお撮りください。前後できませんので。こちらでございます。一番向こうの端から、カニさんのようにスライドしてもらってお写真を撮りください。実際にこちらのお部屋にお泊まりいただいて執筆されたお部屋でございます。階段の景色に関しては、1000年以上変わらない、平安時代から変わらないそうですよ。ありがとうございます。じゃあ少しずつ進んでもらって、このお部屋が終わりましたし、丸窓でございます。丸窓の方若干丸窓の方に若干出回しができるのでいただいて形になります。
どんぐりのあ、どんぐりの音。どんぐりの音なんですよ。落ちてきてる。この着物をご覧ください。色変わってる。藍染めじゃない。違いなんます。か何のやつなの？こちら夢航路染めって言いまして、うん。太陽の光の下でも変化する染料。1200年の平安時代にもなんかあったらしいんですけど、それをここの奥田雄斎が見まして再現に成功して、またその時は草木染めだったみたいですけど、今は草木染めではなくて別の染料で統合でうまく変化するのを作り出しまして、それを使って作ってる工房なんですよ。はい。こちらのスカーフでもこういう感じですね。表情がちょっと変わったりとか、自分で楽しんでいただける。太陽光で。ここって毎年こんなんなんですか？お客様の方で、いや今年毎年増えてるんです。3年前から始めたんです。テレビにも出していただいて、だんだんお客さん増えてます。声かけて、早く参らなくちゃいけない感じで、ちょっと申し訳ないですけど。撮りたいしって感じですね。はい、本当にね、申し訳ないですけど、1年最初の年なんかゆっくりも自由に見ていただいてたんですけど、はい、その時に来たかった。でもね、今年のもみじはすごい綺麗ですよ。赤いですよね。すごい赤い色が鮮やか。赤じゃなくて茶色になってる時もあるんですけど、私すごい綺麗です。川べりも綺麗です。この裏手の亀山公園も。後で行こうと思ってて、これ終わった後に。そうですよ。こことこの上にありますから。ですよね。近いですよね。同じようにもみじから川が見えますし、すごい綺麗です。あとね、亀山公園の展望台ってあるんですけど、もうね、歩いて5分ぐらいかな。ちょっとそんなに遠くないです。ちょっとこう坂上がって行くと川のまた向こうの方の川が上の川が見えるんですけど、そこもすごい綺麗です。山の紅葉が。嵐山は山自体も綺麗ですよね。あそこの山の。ねえ、綺麗ですよね。楽しんで。はい、ありがとうございます。
そうそう。言ってるわ。見てこれ。すみません。展望台ってどの辺かわかります？ちょっとわからないけど、展望台ってそんなこっちの方なんかな、方角的にはどうなんかな。ありがとうございます。でもだいぶ登るから雰囲気いいよ。っていうか登れるんだって話で見るものだと思って。綺麗。風するからダメないけどね。綺麗。
全部こっちよ。JR 여기 가는데? 괜히 뭐 하지?ลงไปเลยหรือเราก็เดินลงไปเลยได้นะ哦，它好像竹林。아, 잘 먹겠습니다.すいません。トゲ付けをトゲ付けを。はい、右です。あ、右、ありがとうございます。綺麗なところ。滝のところ。1万点って俺は自分が引いたら1万点ってじゃあ姫の手で
GR の方で割とするのでもいいし、もうフロントリングが割と僕はあんまりそこまで竹強ないのでそうだとありますけど。了解してございます。ありがとうございます。そうですね、看板商品になってます。あとがこちら千枚漬けベスタな梅干しでございます。はい、じゃあお釣りの方が5000円でございます。すいません。お決まりあります。はい、どうぞお決まりで。はい。前漬けと山椒。はい、ありがとうございます。では千枚漬け用冷蔵品なんで今晩冷蔵庫だけかなと入れてください。両方で1540円でございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ではレシートのこちらお渡しの方と、以上2つ一緒にくるんでます。ありがとうございます。はい、どうもどうも。お気に入りね。次はアリス川。アリス川です。The next station is はい、ではここでは大阪から有彩亭まで行く方法をご紹介しようと思います。阪急京都線で大阪梅田駅から桂駅まで乗ります。そして桂駅で阪急嵐山線に乗り換え嵐山駅まで行きます。嵐山駅で下車し徒歩19ほどで有彩亭に到着します。片道約1時間半の道のりです。料金は410円になっています。次回の動画ですが、今人気の箕面にある達磨寺勝王寺をご紹介します。勝王寺と箕面の大滝が見に行けるこの紅葉時期だけのバスで行ってきました。その様子を動画にしているので、ぜひお楽しみに。ご視聴どうもありがとうございました。この動画が参考になれば、いいね、コメントしてくれたら励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。